皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた第一三共の点検を行っていきます。つい先日、決算発表の延期というニュースが飛び込み、株価が急落して驚かれた方も多いのではないでしょうか。その後少し値を戻して2616.5 円付近で推移していますが、この急落はピンチなのか、それともチャンスなのか、今日は現場目線で現在の立ち位置と今後の展望をしっかりと点検していきますよ。本日も最後までご安全に。初動点検、のんびり点検シートです。利回り予想は 2.98%、 高配当とは言い切れませんが、成長株としては十分な水準、ここは合格。 ROE 自己資本利益率は直近の実績で 17.86%、 文句なしの合格。自己資本比率は 44.8%、 製薬会社としては少し低く見えますが 40% を超えていれば倒産リスクは低いです。合格。配当成功は2025年3月実績で 38.5%、 無理のない範囲で還元しており余力も十分です。合格。次に事業内容の点検です。第一三共がどこで何で稼いでいるのかを見てみましょう。こちらの地域別の棒グラフをご覧ください。色がついている部分ががん治療薬の売上です。日本のグラフを見ると色がついているのは1割程度ですよね。実は日本国内ではリクシアナなどの一般的なお薬、プライマリーケアがまだまだ稼ぎ頭なんです。しかし注目していただきたいのは真ん中のアメリカです。アメリカでの売上のなんと約7割が色塗りされたがん治療薬で占められています。ヨーロップでもすでに約4割ががんのお薬です。なぜこんなことになっているのか。その理由は第一三共が開発したエンハーツという抗がん剤が世界中で爆発的に売れているからです。がん細胞だけをピンポイントで狙い撃ちにするこの技術は世界でも他社が真似できない超精密な技術です。つまり第一三共は日本の定番のお薬屋さんから日本初の最強の抗がん剤で世界中からしっかり外貨を稼いでくるグローバル企業へと、現在進行形でとんでもない進化を遂げている真っ最中なんだということをぜひ知っておいてください。次は業績の軌跡点検です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。2021年3月には9625億円だった売上は2025年3月には1兆8863億円へとほぼ倍増しています。営業利益も638億円から3319億円へとなんと5倍以上の急成長です。この成長ストーリーの主役はやはり抗がん剤のグローバル展開です。ただ単に薬を作って売るだけでなく、アストラゼネカなどの海外の巨大なパートナーと手を組み、世界中の患者さんに一気に届けるルートを開拓したことがこの爆発的な成長につながっています。続いて財務の深掘り点検です。会社の金庫の中身を覗いてみましょう。最新の第3四半期時点において総資産3兆8218億円に対して手元の現金は5415億円あります。一方で銀行などからの借金である有利子負債は3006億円です。つまり借金よりも現金の方が圧倒的に多い実質無借金の非常に安全な状態です。自己資本比率が 44.8% と少し下がっているように見えるのは将来の売上となる契約時の前請金を負債として計上しているからであり、財務の安全性には全く問題ありません。頑丈な基礎を持った安心できる工場ですね。次に還元姿勢の点検です。皆さんが気になる配当金です。1株当たりの配当金は2021年3月の27円から2026年3月の予想では78円まで見事な右肩上がりで増配を続けています。第一三共は DOE 株主資本配当率 8% 以上という目標を掲げています。これは自分たちの純資産に対してどれくらい配当を出すかという約束です。現在の BPS1 株当たり純資産924.09 円から計算する理論配当金は約 73.9 円になります。来期予想の78円はこれをしっかりと上回っており、株主への還元に本気で取り組む姿勢がひしひしと伝わってきますね。そして直近決算と将来目標です。
直近の2026年3月第3四半期の決算を見てみましょう。売上収益は1兆5335億円で前期比 12.1% 増。しかし営業利益は2338億円で前期比 5.9% 減となりました。売上は絶好調なのになぜ利益が減っているのか。実はここが急落の要因でもあります。当初4月27日に予定していた通期決算発表が5月11日に延期されました。その理由は抗がん剤などの供給計画の見直しにより製造委託先への損失補償引当金を計上するための追加検討が必要になったからです。前向きな投資に伴う調整とはいえ現場に少し混乱が生じているのは事実ですね。チャートと需給の点検です。決算延期と引当金計上のニュースを受けて株価は4月23日の2790円から翌日には2499円へと約 10% の急落を見せました。しかしその後は2616.5 円まで戻しています。この戻りの理由は引当金が一過性の費用であると市場が冷静に判断し始め、がん領域の圧倒的な成長力という本質的な価値が見直されたからだと考えられます。ただし最新の信用倍率が 53.77 倍と信用買いで持っている人が非常に多いため上値が重くなりやすい、つまり売りたい人が上で待っている状態には注意が必要です。最後に結論、のんびりの判定です。第一三共は抗がん剤という世界レベルの武器を持ち財務も盤石、株主還元にも積極的な超優良企業です。今回の急落は本業の競争力が失われたわけではなく一時的なノイズである可能性が高いです。とはいえ信用概算の重さを考えると焦って飛びつくのは危険です。具体的な指値としては今回のパニックでつけた直近安値付近2500円割れのラインで網を張って待つのが安全な立ち回りだと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますのでぜひ教えてくださいね。それでは皆さん本日もご安全に。